こんにちは。今日は燕温泉にやってきました。燕温泉の野湯、黄金の湯に向かいます。もう少し上まで車で行けるのですが、日帰り温泉の方は少し手前までです。宇佐は12日間の日本半周中、九州、四国、関西、北陸と来てもう後半です。この辺りまで宿泊だと車で来れます。野湯はこの先10分ほど登ったところにあります。最後に平内岳登って帰ろうかなと思っていたんですが、朝からこの天気、今日も温泉三昧で過ごします。今から行く黄金の湯の先、さらに5分ほど歩いたところに河原の湯、さらに1時間歩いたところに滝の湯があります。行く途中で神社があります。せっかくなのでお参りしていきましょう。看板が出てきました。結構急な坂を登ってきますが、道はこんな感じで舗装されているので行きやすいですね。あれ？車がある。この湯の町の人かな？ここまで車で来れると楽なんですけどね。はい、こちらが入り口になります。ここは野湯でもちゃんと男女別になっているんです。と入っていこうとしたら、なんと掃除中。全中は無理と言われました。仕方ないので先に関温泉、旭屋旅館でゆっくりします。すぐ近くなんですが、燕温泉とは全然違う湯室なんです。いつも日帰りで来るのですが、他の方が宿泊してる雰囲気はないんですけど、宿泊もできます。なのでお風呂場まで食堂などの横を通っていきます。いい湯なんですけどね、ここほぼ貸し切りなのでのんびりできていいんですよね。今回は先客がいらっしゃいました。お風呂入り口はここです。脱衣所も浴場もそんなに広くはありません。土手もそんなに広くはありません。早速入っちゃいます。先客の方たちは脱衣所のテーブルスペースでお茶タイムしているので、お風呂は自由にでした。この湯はとっても好みの湯なんです。使って見える景色です。湯船はそれほど広くなく3人くらいでいっぱいです。野外活動部は山と旅を行きやすく、行った気になる動画作ってます。登山や旅行好きはぜひチャンネル登録よろしくお願いします。こうすれば足は伸ばせるくらいの広さです。燕温泉午前中は難しいと言っていたな。どうしますかね。ここでずっと入っていてものぼせそうだし、湯の温度は露天は40度ぐらい。ゆっくり入ろうと思えば入れなくはない温度なんですけどね。とりあえずどうするか決められずダラダラしています。日本半周、東京から一気に九州まで高速で行ったんですが、九州からフェリーで四国、その後はほぼ下道で帰ってきました。その間いろいろ山登ったせいもあるか、もう運転疲れちゃって、燕温泉からあんまり動きたくないんだよな。燕温泉は結構山の上なので街や道の駅が遠い。ここ関温泉は車でだいたい10分ぐらいです。それぐらいで限界。困ったな。ほんといい湯で入りやすいんです。匂いは鉄の匂いが若干します。温度的には入りやすいのもあるし、行く感じがしますね。関温泉は越後三大名湯の一つです。泉質は若干違いますが同じ沿線で有馬温泉に少し似た感じがします。有馬温泉の方が若干とろみがあるかな。こちらの方がさらっとした感じです。本当は教えたくない温泉なんですけどね。暑くなってきた。これ以上入ってるとのぼせそうな気がするな。どうしよう。考えている間に関温泉紹介です。
関温泉は大きな温泉街ではありません。弘法大師に発見され、上杉謙信の隠し湯として知られていました。江戸時代中期に本格的湯治場として開湯されました。一時期は神の湯として一般の方が入れない時期もあったようです。いくつか温泉宿があり、ここ以外にも日帰り温泉やっているところがあります。私が紹介したくないと言ってもよくテレビで紹介されていて、私が見た中だとこのお向かいの富谷旅館がよく紹介されています。なのでおそらく富谷さんの方が有名です。そっちにも行ったことがあるのですが、やはり湯は同じです。全体的な感じがこちらの方が落ち着くので、こっちに来てしまいます。湯の色は茶褐色で、濁り具合はこんな感じ。はい、内風呂に移動してきました。こっちの方が若干厚めなんです。湯は同じで気持ちがいいのも同じです。暑い。時間つぶしどうしようかなと思っていたんですが、例の先にいらっしゃった先客さんたちがおしゃべりを終えたようで、お風呂に入るということで一緒に入っていました。3人入るといっぱいなんですが、その通りで言わずともそのお話グループに巻き込まれ、ずっと話をしておりました。そのおかげもあって時間的にはちょうどいい時間くらい。燕温泉の方に向かいたいと思います。内湯の湯が出てるとこはこんな感じ。暑いな。再び露天の方に戻って、ここで関温泉とはバイバイです。暑い。ここまでここの湯長く入ったのは初めてです。次行きます。はい、燕温泉戻ってきました。ちょっと早いけど向かいます。じゃーん、午後には20分ほど早いけど入れそうですね。脱衣所はこんな感じでは入っていきますよ。以前来た時よりも濁りが薄いですね。ちょっと湯も少なめ。それを私が少し早く来たのもありますね。使って見える景色はこんな感じ。空は曇ってますね。入れるけどこのように浅い。仕方ないか。前来た時はもっと白かったんですけどね。季節や温度によって違うんだろうね。浅いのでこんな感じで浸かりましょう。湯は今日はかなりぬるめ。これも前来た時はもう少し暑くて快適だったんだけど、掃除したてのはずなんだけどぬるぬるするな。九州でも野湯を紹介しましたが、こちらも野湯です。なので無料。綺麗さや湯質は九州の方が私は好きです。野湯初心者だと綺麗さ取るのは野湯の別府温泉かな。ただこちらは混浴でなく男女別なんですよね。その点ではここの野湯がいいんですけどね。覗こうと思えば軽く覗かれるけど、男性の方は結構丸見えです。それにしても湯が全然増える気配がないな。なかなか湯がたまらないので周りを見渡しましょうね。周りは森に囲まれていて雰囲気はいいんですよね。木見えるかな。夏場でも標高が高いのでアブとかがいなくて安心です。今のところ出会ったことはないです。全然湯がたまりません。前来た時はここまでぬるぬるしてなかったんですけどね。もっと涼しい時期だったからかもしれませんね。濁り具合はこんな感じ。ほぼ濁っていません。ちょっと来た日が悪かったですね。この辺で上がりたいと思います。全体の雰囲気はとってもいいんですよね。開放的って感じで。はい、洋服着ました。いかがでしたか？燕温泉の湯、無料なんでね、ちょっと登りますが、ぜひ行ってみてください。焼岳や日内岳、妙高なのにも登れるので、
そのついでに行くのもいいですね。では燕温泉関温泉からバイバイです。はい、新潟からの夜景です。ゆうさ日本半周山旅編、今回で最終回になります。明日の午前中には東京に帰んなきゃね。ちょっと半周するには日程が足りませんでしたね。また再び計画を立てましょう。では今日はこの辺で終わりにします。しばらく夕日をお楽しみください。では太陽とともにバイバーイ。次回は日曜18時、ちょっとしたハイキングにおすすめ、茶つぼみ苔公園とのぞり湖です。ご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。ここです。ここをポチッとお願いします。できましたか？ここです。していただけた方ありがとうございます。またお会いできるのを楽しみにしています。